お待たせいたしました。新日本プロレスオンライン会見を始めさせていただきます。進行を私、清野志之が務めさせていただきます。さて、カードファイトヴァンガードオーバードレスプレゼンツレッスルグランドスラム in メットライフドーム一夜明け会見となります。おかげさまをもちまして2日間にわたる大会、無事に終了いたしました。今日はですね、そのメットライフドームの2日目で見事 IWGP 世界ヘビー級王座防衛に成功いたしました高木慎吾選手のコメントをいただきたいと思います。では高木選手お越しいただいております。防衛に成功いたしました現在の心境をお願いいたします。どうも、3週間ぶりにねちょっと試合で大声出したんで本当ちょっと喉がねやられてしまって、別に喉痛くはないんだけど声が枯れてしまって、なんかまるでねこう流行のレジェンドの天竜源一郎さんみたいな声になってね、こんなこと言ったらね「バカ野郎」って言われそうだけどね、まあそれは置いといて試合のダメージはあるんだけど、みんなこう病み上がりとか、後遺症みたいなの気にしてる人も多いと思うけど、試合のダメージはあるけど全然そういったものはなく、もう気持ちも元気だし、今日もね午前中サウナに行くぐらい元気だったんで、むしろその試合のダメージで言えばね、腰とか首痛いんだけど、もうショーの椅子攻撃なんかちょっとね、彼に対する思いも少しあったんでね、あの椅子攻撃が憎しみなのかなんだか知らないけど一番効いたかなと思うんだけどね。別にあいつにかばってる暇はないんでね、もう次 G1 も始まるんで、ただショーもそうだしイービルも何がやりたいのかなって俺はいまだにやっぱ伝わってこないよね。昨日の試合通しても、なんかユニットの中でもねチーム組んだらしいけど、なんだっけバーモンドカレーだっけ、バーモンドカレー違います。ハウスオブハウス違いだね。はい、ハウスオブトーチャーです。ハウスオブトーチャー、分かりづれえな。ハウスオブトーチャーだかなんだか知らないけどね、俺からしたらアウトオブ眼中だよお前ら。なんかいいじゃないの、俺に負けたんだからお前らチーム名変えてアウトオブ眼中にしろよな。みんな眼中ねえんだよお前らなんか。とにかくね、俺としてはこの、コロナ感染してね3週間10日でね4キロ落ちて体重がやばーと思って、その後隔離期間終わって10日で5キロ増やしたからね。5キロ4キロ落ちて5キロ増やしたから、こんなに俺も、小学校ね6年ぐらいから合気道とか、柔道始めて格闘生活ねもう25年30年近くやってるけど、こんなに詰め込んだ1週間なかったなと。本当なせばなるというか、やればできるんだなっていうことを、ただ詰め込みすぎて体がびっくりしてるかもしれないけど、自分自身でね、やっぱプロレスラーって頑丈ですげえんだなってことが、分かったんで、これからね次のシリーズ G1 に向けてはまた2週間近くあるんで、また違ったコンディション作りをしてね、しっかり開幕戦ではないか A ブロックだから開幕戦かな、開幕戦に向けてしっかりね高木慎吾らしい、気持ち作り体作りしたいと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、せっかくの機会ですから高木選手に私からいくつか質問をさせていただきます。G1 クライマックスの出場選手並びにブロック分けというのが昨日発表されたわけなんですが、高木選手は今回は IWGP 世界ヘビーのチャンピオンとして初めて出場されることになります。そのあたりのモチベーションというかお気持ちというのを改めてお聞かせいただけませんでしょうか。去年ね直前にネバーのベルト持ってて、チャンピオンとしてね出るぞって気持ちが強かった中、神宮でね鈴木みのるに負けて、なんかちょっとモチベーションというかね、気持ち的にちょっと落ちたとこからスタートしたからスタートでダッシュできなかったけど、今回はね IWGP 世界ヘビーというベルトを持ってね、G1 挑むんで、逆にベルトを持ったそのチャンピオンが優勝したってことがないんだよ。過去2回だけ武藤敬司と佐々木健介だけですね。そこに続こうか。武藤敬司、佐々木健介、高木慎吾ってなるように。でも俺も外から来た人間だからあれだけど、イメージで言うとなんか G1 覇者がなんか次はじゃあ IWGP みたいなイメージが俺は結構あったんで、
逆に IWGP を先取ったけど、言ってみたら歴代の王者たち、ね、棚橋、岡田、内藤もそう、いぶしなんか2連覇してるわけじゃん。だから俺はここでやっぱね、優勝しなきゃいけないなっていうのを思ってるよね。こんなご時世だし、昨日ね、メットライフドームでも本当奇跡の大復活っていうふうにね、マスコミとかでも言っていただいたけど、本当の意味で大復活というのを見せるには G1 も優勝しなきゃいけないと思ってます。ありがとうございます。高木選手は今回 A ブロックにノミネートされております。 A ブロックのエントリーをここでご紹介すると、井伏浩太、石井智弘、矢野徹、内藤哲也、ザック・セイバージュニア、グレート・オーカーン、健太、タンガロア、それから高橋裕次郎という顔ぶれですが、この辺の顔ぶれ、高木選手として楽しみにしている相手などありましたらお願いします。初シングルはオーカーンとタンガロアかな。でも昨日のね発表なんか俺もVTR で見てたけど、やっぱり井伏内藤っていうのは意識するよね。井伏選手とは東京ドームでの対戦流れましたけども、今回 G1 で対戦することに関してはいかがですか？いやでも井伏も、本来ならね、その初日に棚橋とやったけど、いや俺が復帰戦は俺がやりたいなぐらいの気持ちがあったから、ただその初日のメトライフドーム大会の初日俺解説ついたけど、井伏は結構ね、性格的にちょっとかまってちゃんなのか分かんないけど SNS とかでは結構弱気なこと言ってたけど、試合見たらね俺全然元気じゃないのと、むしろ全然勝ち狙ってんなと思ったんで、想像以上に井伏の状態がいいこと分かったんで、2連覇してる、ね、男なんでね、さすがにここで3連覇させるわけにいかないし、井伏には今の俺と井伏の本当立ち位置の違いをねはっきりと見せたいと。あとはやっぱその内藤、内藤もね、やっぱユニットのリーダーはいないから、今高木が IWGP 持ってるから高木がリーダーみたいなもんだよと言いつつもね、昨日例えば俺がじゃあね、あと助けに来てもらったらありがたいんだけど、こうマイクしてる時にね、結構内藤ちょっと面白くなさそうな顔するんだよね。どっかにあいつの中で、ジェラシーなのかなんかわかんないけど、俺も本当の意味で、内藤と別にどっちが上出したとかない五分だと思ってるけど、内藤にはやっぱ2年前 G1 で負けてるんで、本当の意味で五分の関係だなっていうふうに見せるには、借りを返さなきゃっていう内藤にはね、あとは、何気に俺楽しみにしてるのはねザックなんだよね。やってないですよね、シングル。ザックねやってるんだよね。12年前2008年か9年かな。そうなんですね。もうドイツのね、ドイツでトーナメントとかが当たって、彼がまだ19歳ぐらいの時にやっててね、俺はあの時だからザックが結構もう大ガンガン来てサブミッション得意だから、逆に俺がサブミッションで勝っちゃってね、ザックに、それは彼が覚えてるかどうかは知らないけど、またこうなんだ12年の時を経てね、再開するっていうのも楽しみだなと。ありがとうございます。高木選手、当然 A ブロック勝ち上がってというふうにお考えだと思いますが、 B ブロックは棚橋宏、岡田和親、後藤弘樹、吉橋、真田、太一、タマトンガ、イービル、ジェフコブ、それからチェイズ・オーエンズという顔ぶれですけど、優勝決定戦で当たりたいという相手はいかがですか？あとは俺はこのね今回の G1 でね、さっきあれだけのこと言ったんでね、やっぱ最低でも決勝、最高で優勝、どっかで聞いたことあるようなセリフかもしれないけどちょっと違うけどね、もう最低でも決勝行かなきゃと思ってるから、でその相手はやっぱりベストに考えるんだったら、やっぱ俺初対決結構好きだから、初絡み好きだから、やっぱり真田とやりたいよね。ロスインゴ同士ということになりますメね。ンバー見ても真田がやっぱ一番魅力的だし、その US 王者の棚橋もね、まさかの復活劇もあって刺激的なね、存在だけど、それでもやっぱ真田っていうんだよね、なんか俺からしたら真田はなんか眠れる獅子みたいな感じに見えるんで、面白いんじゃないかそれは。なるほ
それからですね、高木選手が負けたままになっているウィル・オスプレイが今回、宣言通りエントリーされてないわけなんですが、オスプレイの、出場していないこと含めてこの辺りいかがお考えでしょうか。いや彼もコロナウイルスに感染しちゃったでしょ。でコメントでね、すぐ戻ってくるみたいなこと言ってたけどね、俺そのセリフはね、オスプレイ5月に聞きたかったよ。信号すぐ戻ってくるってね。で全治未定の欠場に入った中で、4ヶ月ぐらいかな、音沙汰なくて、それで行動はね、それはないよ。俺も絶対認めないし、あいつもねちょこちょこ SNS なんかで文句言ってるらしいけど、文句があるんだったら日本に来いってことよ。日本に来たらね、昨日も言ったけど話ぐらい聞いてやるよ。だけどやっぱりオスプレイ、その4ヶ月ね5月の空いてる期間があるから、並ぶ時は列の最後尾に並んでもらうと。でも確かに俺はね、オスプレイ大事なとこでは勝ってないんでね、去年の G1 では勝ってるかもしれないけど、あんまりみんな記憶ないみたいだから、そういった意味であいつがフェイクの、はっきり言わせてもこれが俺は本物の IWGP 世界ヘビーのベルトだと思ってるんで、あいつのフェイクのベルトをね持ってると思ってるんで、本当の意味でファンが高木が本物なんだなって分かるように、だったら俺は G1 を優勝するしかないなと。そしたらオスプレイも黙るんじゃないの。高木 G1 も優勝したらそれはしょうがねえなって、はい、ありがとうございます。最後にですけど、バレットクラブの中に生まれました新たなチーム名、覚えていただけましたでしょうか。だからアウト・オブ・ガンチュじゃないの。じゃ正しくはハウス・オブ・トーチャーですね。ハウス・オブ・トーチャー、分かりづらいな。ハウス・オブ・トーちゃんだか母ちゃんだか分かんないけどなあ、親も泣いてるよあいつらあんなことばっかやって、やっと受けたじゃないの。そうですねいつもみんな笑えないからね、笑わせちゃいたいなと思って。今会見場から少し笑いが漏れましたが、よし、はい、じゃあ高木選手がうまく笑いを巻き起こしたところで締めさせていただきます。以上をもちましてヴァンガードオーバードレスプレゼンツレッスルグランドスラム in メットライフドーム一夜明けオンライン会見は終了となります。なお先ほどご紹介しました G1 クライマックス9月18日エディオンアリーナ大阪から開幕いたします。出場選手並びにブロック分けすでに昨日発表されております。この大会も新日本プロレスワールドで全大会生中継いたしますので、どうぞ新日本プロレスの、秋の最強選手決定戦、しっかりとお楽しみいただきたいと思います。本日は最後までご視聴誠にありがとうございました。